こんにちは。ブルーラグの幡ヶ谷店のデジタルです。今日は、ブルックスのサドルのね、ブルックスの、日本の代理店のダイヤテックさんから松野さんが別の商品の営業をしに来たんですけど、捕まえてちょっとブルックスのメンテナンスの方法を教えてもらおうかなと思っている次第です。なかなかちゃんとしたメンテナンス方法を知ってる方少ないと思うし、僕もそうなんで、いい機会なんで教えてもらおうかなと思うので、松野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日は実際にこのアンちゃんのバイクね、アンちゃんのバイクのブルックスのサドルを使ってメンテナンス方法を教えてもらおうと思うので、お二方お願いします。で、このサドルはアンちゃん使ってどのぐらい？2年ぐらい。2年ぐらい。はい。ね、その間にメンテナンスは2回ぐらい、塗りました。自分で独学で？はい。あ、なるほどね。はい、塗っただけです。なるほど。塗るっていうのは塗るっていうのはあれですよね。何を塗るか。お願いします。これはブルックスのプルーファイドというプルーファイドサドル専用のオイル。なるほど。たまによく革のブーツとかあるじゃないですか。それ用のオイルとかもあって、なんかそんなんで代用してるよって人も聞くと思うんですけど、やっぱそれとは違うんですか？そうですね。一応サドル用に配合されてて、サドルの馴染みを出すためのオイルになるので、そういうなんか靴用のオイルとか入れちゃうとなんか中に残りすぎて、逆に型が崩れちゃったりとか、なんかそういうことでつながったりするっていう。じゃあもう基本的にはというか、もう絶対専用品を使ってくださいと。そうですね。安心です。じゃあ実際に松野さん、このプロから見て、この状態はまず何をしたらいいですかね？もう普通に綺麗だなって最初見たときにはあれですけど、さすが。雨の日とかって乗れることってあるんですか？雨の日、毎日自転車で雨の日はカバーして、あんまり濡れないようにはしている感じです。カバーはね、ブルーラグでオリジナルで出してるんで、それを使って一応ブルックスのもあるんですけど、うちのもあるので、好きな方をご覧したらいいんじゃないかなと思います。雨の日に乗り方って説明してます。ぜひ。一応なんか形が崩れやすいサドル、そうでないサドルっていうのがあって、雨とかでも結構比較的崩れにくいのがチームプロとか有名な情報。しっかりしたで、特に崩れやすいのがスイフト、スワローとか、ああいうサドルはデリケートなので極力雨の日はあまり乗らないのと、あと油もあまりフルファイドも塗り込みすぎない。よく僕らのお店ではやっぱりスタンダードになる B17 を売らせてもらうことが多いんですけど、それは結構丈夫な方。丈夫な方なんですけど、やっぱり木に濡れた中で乗ったりするとだんだんこう開いてきて、結構開いちゃったサドルとかあるかも見たことある。確かに魚のヒラメみたいな。そうですよね。ああいう形、一気に崩れると結構ああいう形になってしまうので。でもこれさすがに何もしないはちょっとこのあれになっちゃうので、なんかじゃあ正しいオイルの塗り方みたいなのを教えてもらえたらありがたいです。で、2つぐらいこの直接これもブルックスのオイルを塗り込むための布になるんですけど、それは着なくなった T シャツじゃダメですか？T シャツでもいいです。いいかい。結構適度に吸い込んでもくれる。いい感じで広げることができる。結構これでこう作って取ってもらいながら、表面に薄く塗り広げるようなイメージなので、あと結構やっぱ塗ったところから柔らかくなってくるので、なんていうか役割としては全体のなんかその手がカサカサになってきたらハンドクリーム塗るみたいな形で全体の保湿をするようなイメージで全体に広がるような形で塗っていってもらうと、結構そこの一発目に置いたところに結構濃く入ってしまうので、最初に薄く塗り広げた方が表面をもう舐める感じで。失敗した感じですね。いや大丈夫です。そんな感じで何回かやってると布の方にもオイルが入ってくるんで。塗りすぎですかね。大丈夫。多ければ多いほどいいってわけでもないってことですよね。あんまり入りすぎると今度柔らかくなっちゃうんで、結構最初のうちはこう指についたやつとかでこう塗り広げるのもありかもしれない。手でこう塗り広げるような感じで。オイル塗りすぎて柔らかくなりすぎると長持ちしないってことですね。レザーサドルとして形がなんか崩れやすくなっちゃう。このお尻の
骨のところでくぼんできてその人のお尻の形になっていくので、まあなんか特にチームブロックがすごく硬くてなかなかその形出にくいんで、そういうところ柔らかくしたかったらそういうところはちょっと重点的になっていったりとか、なるほど。じゃ形が出しやすいとか場所によって量を変えて塗るっていうのもありです。結構昔のブルックスを知ってる人とかだと、カッチカチだから、とにかく裏からもべったり塗って、ドライヤーで温めてとか、結構いろんな説があるんですけど、狂牛病が結構ヨーロッパでバッてなった時に、牛の飼育がもう長くできないっていうなんか法律ができたらしくて、でもう3年か5年ぐらいで牛をもう締めないといけないっていう、ってなると昔に比べて取れる皮っていうのがなんか薄くなってるから。そんなところまで。なのでどうしても今の皮っていうのは昔に比べると、まあ、柔らかく馴染みやすくなってるんですそうなんですね。なんで、まあ、昔の人のイメージで裏とかにバンバン塗ると結構それで型崩れが進むっていう話。あとはなんかちょっと雨の日とかに乗る人はその水が今度入らないように、その水よけの油として薄く裏に塗っておくのがいいよっていうのが、まあ基本的にはあんま後ろには塗らない方がいいよなっていう感じがいいと思います。これやっぱり乗る人とか、その天気とかにもよっちゃうと思うんですけど、まあおおむね大体つけてる方だったら、どんぐらいの期間で塗った方がいいみたいな目安はあるんですか？なんかそれも聞くんですけども、本当によくいつもハンドクリームの例えで言われるんですけど、なんかまあちょっと乾いてきたなっていう感じがすると、結構そこを超えてくると、だんだんひびが入ってきたりとか、リベットのとこから破れが入ったりとかするので、なんかちょっと今日用意できてないのが申し訳ないんですけど、目視でそのまあ言っても肌っつっても人と違うから、そのなんか乾いてるなっていう感じるのは、なんか新品のツヤっとした感じがなくなってるのがちょっとオイリーな感じが、だから比較的多分今日使ってもらってるサドルなんかはしっかり保たれて綺麗な状態で。例えばあんちゃんみたいにちゃんとカバーして雨の日に乗ってる方もいると思うんですけど、僕なんか B17 使ってるんですけど、まあ雨の日でも全然乗ってカバーもしてないんですよ。雨に濡れちゃったらこれはやった方がいいよみたいなのはなんかありますか？もう一発アウト。いやいや、濡れても別に乗ってダメなことはないですけど、濡れた状態というのは要はサドルをこの形にもともとペラッとした1枚の革をサドルに成形するときに一回水に全部つけて、でそれを型に入れて熱を加えながら形にしていくんですけど、要は濡れた状態で乗るっていうのはその逆をやってってるのと一緒で、体重かけちゃうとどんどん皮が開いていこうとするので、そうするとどんどん開いて形が元のこういう皮に戻ろうとしていっちゃう。万が一濡らしちゃったら乾くまで置いとく。乾くまで置いとく。ここで例えばドライヤーとかで無理やり乾かすはよくない。ドライヤーで、あとやっぱりその熱で崩れるというのは崩れやすくなるというのがあるので、むずいっすね。まあじゃあ基本的には室内かなんかで自然乾燥みたいなのがいいがいいようなシートにします。ここがなんかそうなんです。雨に染みたなんかわかんないですけど、それがショックだったんですよ。なるほどなるほど。でなんかちゃんと大事にしなきゃいけないなと思って。雨でシミになっちゃうこともあるんですよ。やっぱり落ちてくるとそこのまあ皮にさらにその色を入れてるので、その色のところに水がつくとそこがシミになって。なるほど。じゃあやっぱそういうのまで気になる方は雨の日はカバーしてあげる。僕が絶対雨の日はカバーしてあげてくださいね。なんかあとは僕らのお店だとフライヤーって言ってバネ付きのモデルがあるんですけど、それのなんか注意点とかはそうですね。ありますか？まあバネがついてるモデル、まあいろいろあるんですけど、フライヤー B17 と同じトップのバネ付きサドル。さすがですね、説明が100点。のバネ付きの注意点を松尾さんに教えてもらおうと思うんですけど、ここですか？そうですね。サドルの大きいメンテナンス2つあって、そのオイルを1つは定期的に塗りましょうっていうのと、1つがこの前に調整用のボルトがついてると思うんですけど、俺それねよく分かってないんだよね、正直。そうなんですか。教えてもらってもいいですか？でこれを定期的にここでテンションをかけて皮を張り直すっていうのが大きく2つメンテナンスとしてあります。これはまだ全然それは大丈夫。これはもうテンションがだだ下がりしてる感じですか？横から見たときにここまっすぐじゃないですか。このまっすぐな線に対してこう描いて下がってたら、これをテンション張って水平に戻してあげるっていうのが適度な
テンションを上げてあげるというか、それをやんないとさっき話したみたいにこうヒラメみたいなで広がってくるし、ブルックスのサドルのこうってこうレールに対してこの革のテンションでこうハンモック状につってる状になるので、真ん中が下がってしまうと、適度にこう腫れてたらこうレールとかに対して、きっちり適切な力がかかってるんですけど、これが今度下がってくると今度このシートボスの櫓を軸にこう上向きにこう曲げようとする力が、要はここがこう曲がっちゃってるからこういう力がかかってくるんで、そうすると何が起こるかっていうと櫓からレールがバキッと折れるっていう、あともうレールがたまに折れてしまうとか、そうですね、たまに見ますね。あるのは大体これがちゃんと入ってなかったりとか、なるほど。あとこういうバネ付きのサドルで多いのはこの後ろのバネ系のところが全部ボルトから折れて、バラバラってなっちゃうとか、結構そうなると結構危ないので。そうですね、乗ってて単純になんかブルックスのサドルがダメになっちゃうのもそうだけど、乗ってて危ないって。そうですね。テンションを張ってあげましょう。あげるという。このボルト、なるほど。ボルト、何なんですか。スパ。じゃあせっかくだからこれもあんちゃんに女の子でもできるんだよっていう時計回りでテンションを高めるわけね。そうするとナットがだんだんこっちに移動してくるので、でここのテンションピンってやつが前にこう出てくるので、そうするとサドルがだんだん皮が張ってくるので、これもじゃあ適宜というか、今こんだけ放置しちゃったやつだからいっぺんに回してますけど、回しとけば回しておく分だけいいだろうっていう感じでもない。適度に水平に戻るぐらいでっていうので、革なんで回せばいくらでも引っ張っていけちゃうので、そうすると線がもうぐちぐちちぎれながら、それはそれで良くない。でも確かになんか変わりましたよね。そうですね。なのでこんなもんちょいですか。ちょいやってもいいかもしれない。でもすごいよくすごい。いい感じです。これはマックさんも喜ぶって知らないで乗ったら。そうですよね。やっぱここがだいぶ下がっちゃってたんですけど、垂れた状態だったので、ここの内側に金属のこういう受けがあるんですけど、そこからこう皮がこうベロッとやってしまって、それがこうました。なるほど。これはそうですね。僕もあんまりいじらなかったけど、これは確かにやってあげた方がいいですね。じゃあスワローとかスイフトみたいにさっきみたいにちょっと雨濡れたら伸びやすいっていうか、他のと比べて伸びやすいっていうのは形的な問題で、なるほど。ここの横がしっかりこうやって縦あればあるほど丈夫なんですけど、ここがスイフトとか思いっきりカットされてて、スワローとかもすごい薄いですね。そういうのはすごい伸びやすい。なるほど、勉強になりました。これで今日はダイアテックの松野さんにブルックスのメンテナンス方法を教えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。でこの後営業があるんで。まず今日もなんか無茶ぶり本当すみません、ありがとうございます。ということで今日はじゃあ本当に営業したかった方の商品、僕も初めて聞くんで、じゃあ1分間だけお客さんと共にちょっと営業をお願いします。ありがとうございます。じゃあどうぞ。ブルックスと同じイギリスで生まれたフェンダーになるんですけども、マッキーナッツというブランドのご紹介になります。こちら、本当に簡単にこうベルクロで留めてつけるフェンダーとか、あとサドルのレール下にこうつけるフェンダーとかを作っています。あとはマウンテンバイク用のフルフェンダーとかフォークにつける簡易的なで、最近ではグラベル用とかロード用とかそういったところもカバーしているフェンダーになります。でこちら全部再生プラスチックで作られてて、で、環境にも優しく、イギリスはもうプラスチックって日本だと燃える燃えないとかプラとかそういう分け方だと思うんですけど、イギリスは7つに分類されてて、その中のナンバー5っていうポリプロピレンの、樹脂を使ってて、これが一番再生もしやすく環境に優しいと言われているということです。でこれパッケージももう基本製品にそのままバーコードも入ってて、でフックするための穴も開いてて、もうそれがそのままお店に並ぶような状態になります。でそれを取っていただいて、ここまでですね。よろしくお願いします。